1、2分の1、3分の1、と正の整数の逆数を足していくと、果てしなく増え続ける、あるいは何らかの有限の値に収束する、のどっちだ？へへ、そんなの簡単だよ。収束することにして、この和をいじるよ。奇数番目をちょっと減らして、偶数番目はそのまま。それで、二つずつまとめると、なんと、減らしたはずなのに最初のに戻っちゃった。だから収束することにしたのは間違いで、発散するはず。よくできました。じゃあ、素数の逆数のみに絞るとどうなるか？これ以降、小さい方から i 番目の素数を pi と書く。pi の逆数の和が有限値に収束すると仮定する。ってことは、発散するの？この時、スルー？十分後ろの方だけ見れば、それらの素数の逆数の和は2分の1未満になる。じゃなかったら、それは発散するってことだね。きちんと書くと、ある整数 m が存在し、m プラス1番目以降の素数の逆数の和は2分の1未満。そうだね。m プラス1番目以降の素数をデカ素数、m 番目までをチビ素数と呼ぶことにする。デカ素数の逆数の和は2分の1未満ってことだね。さて、突然だが、任意の正の整数 n に対して、1以上 n 以下の整数全体を考える。思った以上に突然だった。これらを、1つ以上のデカ素数で割り切れるかどうかで分ける。ひとまず、2と3と5をチビ素数、7以降をデカ素数とするか。7か11か13か。で割り切れるやつを消せばいい？そうしろ。まず、7で割り切れるやつは、7と14と21と28。11で割り切れるのは、11と22。13で割り切れるのは、13と26。17で割り切れるのは、17。19で割り切れるのは19。23。29。終わり。この時消した整数の個数を b とすると、n をデカ素数で割って小数部分を切り捨てた値の総は以下だな。例えば7の倍数は7分の30個くらいあるってことだね。って、以下じゃなくてイコールでよくない？複数のデカ素数で割り切れる数があったら、この式に複数回カウントされてしまう。ああ、77があったら11の倍数を消すとき無駄打ちしてたね。さて、小数部分の切り捨ては省略して、上から評価する。ああ、何がしたいのか少し見えてきたかな。デカ素数の逆数の和は2分の1未満をここで使うのか。というわけで、この時消された整数の個数は全体の半分未満。ってことは、半分より多く残る。残った整数の個数を s としておく。残ったのは、2と3と5しか入ってない数だね。1以上 n 以下のそんな整数の個数を、別の方法で評価する。別の方法？また突然だが、それぞれを a×b の2乗という形で表す。まただいぶ突然だね。こんな表現は複数通りあり得るが、b が最大のものを使う。ルートの中から追い出せるだけ追い出す感じだね。さて、これらを b の値で分類して数えてみる。b が6だと最低36で30を超えるから、5までだね。というわけでカテゴリー数はルート n 以下で、各カテゴリーの要素数は最大で、8個。一般には2の m 乗個だな。2を1個入れるか入れないか、3を入れるか入れないか、5を入れるか、って2択が m 回あるからね。もちろん全カテゴリーにこの個数あるとは限らないが、要素の総数の上からの評価が得られる。さっき下から評価したね。ってことは、2分の n より2の m 乗ルート n の方が大きい？ちょっと整理すると、これは n が2の 2m 足す2乗未満じゃないと成り立たないね。n は任意の整数だったので、何かがおかしくて。まあ、最初の仮定のせいだね。というわけで、素数の逆数の和は発散する。ああ、副産物があるぜ。何？素数は無限にある。知ってるよ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。